ここには誰もいない。人の暮らしがあったはずの家、人々が行き交っていたはずの通り道、終わりを迎える過渡期、リミナルスペース。千葉県万名団地、人が消えた団地。正確には撮影時点では3人ほどの入居者がどこかに残っていたようだ。彼らは退去を求められていた。期限は2026年の3月。あなたがこの映像を見ている今、ここは無人の廃墟かもしれない。あるいはすでに取り壊されているかもしれない。しかし、この動画に映っている光景は、あくまで最後に残る数人の生活圏の姿であり、その空気には人の息が混ざっている。人が住む団地群としての50年以上の長い歴史、その終着点に至る極めて直前の境界空間である。ここで写真を1枚撮影しようと思う。ツタに覆われた建物と葉が少し色づいた木の調和が美しいと感じたからだ。人間が去って自然の一部となりつつある家。だが人の痕跡もある。外観は美しくもあり、破れた窓に目を向けると不気味でもある。1970年代に建てられたこの団地、それと同年代のカメラで撮影をする。このカメラが50年にわたり人の手によっていろいろな景色を見てきたのと同様、団地も同じ数の春夏秋冬をさまざまな入居者と共に見てきたのだろう。50年前はにぎわっていた。住民同士の交流もあった。それでも長い時間と地域の情勢によってだんだんと人が減っていった。訪問者である自分にとっては最初から時間が止まっているような、元から誰もいない世界に一人で迷い込んだような感覚。
ひときわ大きい塔があった。ツタに覆われてはいないが、この大きな建物の中身は空っぽだ。歳月が流れた跡だけを残し、50年前の形に戻った。時が止まっている。時間に追われない心地よさ。現実の時間から解放されたような自分だけの時間と空間。ゆっくり気ままに過ごす。結果から言うと、ここでシャッターを切るのはやめた。一度は画角を決めたが、どうにも納得がいかない。この広場から見る大きな塔と、向こうに見える建物群をまとめて収めようとしたのだが、水道設備のフェンスが奥の景色にかぶってしまう。無理に撮る必要はないという思いと、せっかくだからという気持ちの間で揺れて、レディーズ直前まで悩んでいた。そうこうしているうちに、動物の動く音が近くで聞こえた。探しに行ってみよう。揺れる草と音で位置だけは把握できた。探しに行って戻ったら、太陽が分厚い雲の中に入ってしまっていた。日常では考えられないほど無計画に過ごしたが、時間は動いているということをここで思い出した。この奥にはまだ見ていない公園もある。移動しよう。鳥の声を聞きながら歩く。ボロボロになった家とそこに這うツタにも慣れてきた頃だが、気になるところはまだまだある。この大きな木も昔は人に囲まれていたのだろうか。奥へと進んでいく。ゴミ捨て場のようになっているが、玄関前である。日が出ているのにもかかわらず、うすら寒い心地がした。夕暮れが迫っている。人が住むための空間として生まれ、多くの人生が通り過ぎ、今
終着点の直前で停滞しているこの道にもまた一日の終わりが近づく。公衆電話ボックスを見つけたが、すでに撤去された後だった。もし残っていたら、もし電話をかけてみたら、活気のあった時代とつながるような気がしたが、夢物語だ。団地の時間がもうすぐ終わる。今ここでその荷物移動しようとして、道の真ん中歩いてたんだけど、その後ろから中学生か高校生くらいかの男の子が自転車でゆっくり走ってて、で俺もここで人と会う、なんならちっちゃい子とまではいかないけど子供かって思って、びっくりしたんだけど、あっちの方がびっくりしてたんだけどね。俺が運んでる機材と、あと道の
真ん中にダンって立ててる三脚、一旦の移動のために真ん中に置いてたんだけど、そのままそれ見た時すごい綺麗な二度見をねしてたんだけど、このゆっくり走ってて自転車でスッスッスー何みたいな、まさかの光景だったからね、多分あの子にとっては。まあそれはどうでもよくて、そのね後ろ姿をかなり遠くになったし、しかも、マミ RB67 Pro S 実は初めての仕様なので、今回全然慣れてないからどんな上がりかわかんない。露出も測ってないね。まあちょっと暗いくらいでしょう。さっき撮んのやめてたしね。いい写真がもし撮れてたらお見せします。